つむぎさんまで来ると、もう止まらないわね。燃料が上がると、車の選び方まで変わるのかしら。ずんだもん先輩、今日の数字、いきなり強すぎじゃん。じゃあまずは、その EV がどれだけ伸びたかから見るのだ。メタン先輩も、今日は遠慮なしで言って。EU 域内の EV 新車販売が、去年の同じ月より 48.9% も増えて、23万4532台になったのだ。数字が派手ね。しかもイラン情勢で燃料が上がったのが追い風になったみたいよ。EV って電気で走る車のことだよね。ガソリン代が重くなるとそっちに目が行くのわかるじゃん。補助金も効いたらしいのだ。ドイツやイタリアみたいに買う時の助けがあると背中を押されるのだ。車って高い買い物だもの。少し助かるだけでも決め手になるわね。確かに買い替えの時に少しでも軽くなるとぐっと現実味出るもんね。国別でも増えていて、イタリアは 72.1%、フランスは 68.8%、ドイツも 66.2% 増えたのだ。25カ国で増えたってほぼ広がってるじゃない。 EU の中で流れが変わってきた感じね。イギリスも 24.2% 増だし、域外でも伸びてるのが面白いよね。しかもメーカー別ではフォルクスワーゲンが首位なのだ。そこへ BYD が去年の同じ月よりおよそ 2.5 倍増やしてきたのだ。低価格帯で攻める会社が伸びるとちゃんと競争になるわね。買う側は選びやすくなるかもしれないわ。値段と使い勝手の勝負って部活用品の比較みたいじゃん。性能だけじゃ決まらないよね。燃料価格が上がると EV によりやすいけれど、今後もこの流れが続くかは補助金と電気代次第なのだ。充電のしやすさも大事よ。車を買って終わりじゃなくて使う場面まで見られるからね。そうそう、最初の一歩は価格でもその後日常でどう感じるかが大きいじゃん。なるほど、 EV は環境の話だけじゃなくて家計と政策が一緒に動く話でもあるのだ。次はフィリピンの金利の話に行くのだ。次はフィリピンなのだ。中央銀行が2年半ぶりに政策金利を 0.25% 上げて 4.5% にしたのだ。政策金利ってそんなにすぐ物価に触るものなのかしら。ざっくり言うと、世の中のお金の流れに影響する基準みたいなやつだよね。イラン情勢の影響で世界の石油や肥料の値段が上がっていて、それが国内にも広がり始めているらしいのだ。しかも利上げは2023年10月以来なんでしょ。かなり間を置いての判断ね。フィリピンって輸入する原油の9割以上を中東に頼ってるんだって。そりゃ波を受けやすいよね。そんなに依存しているならエネルギーの値段が揺れた時の衝撃も大きいのだ。物価の安定を守るために先手を打つってかなり切迫感があるわね。お財布で言うと、今のうちに出費を締めておかないと後で苦しくなるみたいな感じじゃん。でも利上げをすると借りるお金のコストも上がるのだ。家計にも企業にもじわっと響くのだ。そうなると住宅ローンや設備投資も慎重になるわね。物価を抑える代わりに別の重さが出るのよ。どっちも楽じゃないのが辛いところだよね。景気を冷やしすぎないかも気になるじゃん。そこが難しいのだ。インフレを抑えたいけれど経済の元気まで落としすぎたら困るのだ。だから中央銀行の一手ってかなり繊細なのよ。数字一つで空気が変わるわね。アーシなら毎月の明細見てため息ついちゃいそう。生活の実感が近い話だよね。次は福島第一原発2号機の内部調査の話なのだ。ここはしっかり見ていくのだ。福島第一原発2号機の内部調査で原子炉の中のかなり高い放射線量が測定されたのだ。事故の後、メルトダウンした原子炉の中で線量を測ったのは初めてなのね。重い結果だわ。調査は配管からファイバースコープを入れたよね。遅いところを覗くカメラみたいな道具だよ。その結果、底部から5メートルほど上で、1時間あたりおよそ 4.7 シーベルトが出たのだ。4.7 シーベルトって、かなり高い線量ね。人が近づける場所ではないわ。だから遠くから調べるしかないよね。暗い場所を、長い棒でそっと探るみたいな感じじゃん。
東京電力は炉内にも各燃料デブリが一定程度残っている可能性があるのだ。各燃料デブリって溶け落ちた燃料と壊れた材料が混ざった塊みたいなものと考えればいいのかしら。そういうイメージで大丈夫だよね。だから取り出し方の検討に直結するじゃん。撮影できた範囲ではステンレス製の構造物やポンプに大きな破損は確認されなかったのだ。そこは少しだけホッとするわね。でも全体の難しさは変わらないでしょう。廃炉ってすぐ片付く話じゃないよね。一つずつ確かめていくしかないじゃん。今回の調査結果をデブリの取り出しに向けた広報の検討に生かすことにしているのだ。地道だけど大事な一歩ね。焦らず進めるしかないわ。こういうのは見えた情報を積み重ねるほど前に進む感じだよね。ではここでちょっと息抜きにずんだの豆知識なのだ。フィリピンって島が7641もある群島国家なのだ。そんなにあるの？全部覚えるのは無理そうね。しかも有人島に暮らす人は1億人を超えるのだ。島だらけでもすごく人が多いのだ。海のイメージなのにそんなに賑やかなの意外じゃん。名前も面白くてスペインの探検家が当時の王子フェリペへの敬意でフェリペの島々みたいな名前を付けたのが元なんだって。国名にまでその時代の空気が残るのね。首都はマニラ市なのだ。地名一つでも覚えるとニュースの見え方が変わるのだ。 EV も金利も原発もエネルギーと物価がつながってるのが見えてきたわね。気になった話があったらコメントで教えてね。概要欄にリンクもあるから見てみてほしいのだ。また次回も来てくれると嬉しいのだ。じゃあ今日はこの辺で、次回もまた付き合いなさいよね。